1週間分の食料を買い出しにスーパーに来ました。1.5だって、そうね、1個あたり。多い140円とか、日本よりちょっと安いね。ちょっとじゃないか、半額ね。後で箱入りでもいいけどね。ちょっと高級。牛乳を買いたいんだけど、種類がめっちゃ多くて、これ美味しそうだけどな。ファームハウスゴールドにしてみようかな。選べない。ない方がいいね。ジャスミンライスにする？これとこれ何が違うの？バスマティ、ちょっとこっちの方がより長いね、ジャスミンより。あ、ジャスミンかな。ジャスミンだと250切っても意外とお腹空かない、あれなんだっけ、たまんないんだっけ。いやまあでも私はあんまそんな感じたことないけど、これとは何が違う？サムゲタン風、チゲ風みたいな感じで作ります。オーストラリアに来て数日、少しずつ暮らしのためのあれこれが整ってきました。保険、eSIM、あとタックスファイルナンバー、何か書類を受け取るための住所で、今日銀行口座も作りたかったんですけど、直接銀行に作りに行かなきゃいけないみたいでした。Welcome to Australia. Coming to Cairns. Just a visit, please. The Blackbird. 1 minute.
ナソルト気になる。結構重いやん。これこのまま回して使えるんだ。へえ。横のやつにしてみようか。重い。無事コモンウェルスでのアカウント設立が完了しました。めっちゃ簡単だった。もう最初にオンラインもなんかマネージャーみたいな人がそばにいてくれて、これで合ってますかみたいな感じで聞きながらできたし、で最後もなんかパスポートとか見せながらやったら簡単にできました。でもなんか誤算だったのはマイナンバー見せてって言われて、でなんか事前に調べた時はほぼマイナンバー提示することないからいらないよみたいに書いてあったから、書いてあっただけなんだけど書いてあったから今回マイナンバーカード日本に置いてきたんですよ。だからゲッって思ったんだけど、番号だけがあればよかった感じだから、カードは実質いらないけど、ちょっと一瞬聞かれた時はドキッとしました。で私たちこの後パースに行こうと思ってるから、そのパースの住所に届けてくださいってお願いしたんですけど、そしたら今日から7日から10日で実物のデビットカードは届くらしい。でオンラインアカウントは今日からだよね。今日から使えるってことでした。でもこれでよかったね。一番心配だった住所とかは、そうだね。当たり前ホテルとかなんか、場所あるって向こうから言われて、そうだね。そうだからやっぱケアンズはバックパッカーとかに寛容って書いてあったから、あれだったのかな、よかったのかな。いいんじゃない？何でも合いそうね。合いそうだよね、サンドイッチ。これにしてみましょう。じゃあ今日はまたご飯作っていくんですけど、オーストラリアに来てじゃん。初のオージービーフではないけど、今日はオージービーフを焼きます。楽しみです。はい。もう何の変哲もない男飯みたいになってしまいました。いただきます。とスープ。美味しそうじゃない？ラテ。すごくない？こうやって測って買えるらしいよ。はい、こんにちは。Google マップで見つけちゃって気になってきました。全部量り売りで買えるお店なんですけど、はい、紙袋というのがこんなところにあります。で、この赤い番号で管理されてるんで、この赤い番号を紙に書いていただいて、お好きな分だけ入れていければ買えるという仕組みになってます。で、チョコレート、グラノーラもスパイス、もう6種類がいっぱいあります。で、スパイスは A から Z ですね。軽く油引いてみた。もう匂いが違う。昨日と、肉の部位も違うんですね。
はい、というわけでこんな感じの1週間をケアンズで過ごしておりました。ここまで見ていただきありがとうございます。で、私が今回この宿で買われてるものでめっちゃ気に入ったものがあって、これです。なんかレモンマートルっていうのがオーストラリアで生えてるアロマみたいで、それを使ったスプレーなんですけど、これめっちゃいい匂いなので新生活に使いたいなと思ったので、ちょっと昨日ねスーパーでゲットしちゃいました。オーストラリア、特にこの宿でなんかこういうアロマ系のものとか、あとは天然のもの使われてるのが多くて、で私もちょっとそれに感化されて、さっき塩気スプレーを作りました。でね、宿のお母さんもアロマとかめっちゃ好きらしくて、さっきキッチンで作ってたらそれいいよねみたいな感じでちょっと盛り上がれたの嬉しかったです。なんかオーストラリアだとその文化的にもすごい推してるし、あとは材料とか、あと身近に使ってる人いっぱいいて、こういろんな話が聞けそうなので、すごくそれも楽しみです。で、ここまで説明は長くなったんですが、間もなくケアンズを離れパースに行きます。ずっと動画内でパースとかなんかいろいろ言ってたと思うんですけど、なぜパースに行くかというと、今車をゲットしたんですけど、その車が今パースからちょっと離れたところのエクスマウスっていうところにあるからです。その次の動画からパースに拠点を移して、その様子をお届けできたらなと思っています。一応ね、事前のそういう調査の結果が来てなかなか良さそうだったので、この車を買うことにしたんですけど、まだ写真でしか見てないのですごく楽しみです。ではまた来週の動画でお会いしましょう。バイバーイ。